ツ私と結婚した理由があるの。この曲よ。見て。というわけでコンサート行ってきました。正直、もう人生で5本の指に入るくらい衝撃的な体験だった。ワーナーブラザーズのロゴのとこから始まるんだよ。演奏が。ロゴ出るところからもうすでに演奏されてて、ここが演奏するんだと思って、もう、鳥肌立って。もう8、エス席で見てたんだけど、8列目、もうあそこで、生フルで演奏してて、いやもう本当に、プロポーズされてんのかなと思って。バッツ私と結婚したいのかなって思ったもん。シネマコンサートってどんな感じなのかなっていうと、映画が後ろでこうね、オーケストラの後ろで流れてて、手前でこのフルオーケストラこういてね、それでやるんだけど、映像っていうものは、指揮者さんがさ、こっち向いてるから、こうなってて、こう指揮者の人しか映像見れないの。で、指揮者の人は、その指揮者専用の、この、なんていうのかな。ちょっと入れとこうね。指揮者専用の画面があって、で、それをこう見ながら指揮してるんだけど、オーケストラの人たちは映像一切見えてないの。自分たちの後ろにあるから。なのによ、1ミリもずれないの。CM 出るとこであったりとか、登場シーンとかってさ、ずれちゃったらやっぱ違和感があるじゃん。でも、一切ずれないの。すごくない？音楽自体にも感動したんだけど、その神業っていうのかな？でもすごい感動しちゃって。やばってさ、その、オーケストラのね、この指揮者の人がこう、うわって振るたびに、なんていうの、バイオリンとかの弓がこう、一斉にこう、うわーって動くんだよね。初めて本当にコンサートっていうか、オーケストラ見たんだけど、一個の生き物みたいな。統率の方もわかる？伝わる？なんかそれ自体が生き物みたいな、うわーって、一体になってうねる感じ。感動しちゃった。この1989年の曲、なぜコンサートにまでなるほどなのかっていうと、ちゃんとね、理由があるの。ティム・バートンの映画って、監督知らなくっても見ても、これもしかしてバートンじゃねみたいな思う時あるじゃん。それって映像の強さっていうものだけじゃなくって、音も実は関係してて、ティム・バートン作品のほとんどのこのダニー・エルフマンが音楽を担当してるの。すごくない？彼の作った曲、この曲よ。ちょっと聞いたことあるなって、ちょっと思い出してほしいんだけど、実はこれ、その後もバットマンのテーマとして脈々と受け継がれてる曲なの。だからアニメーテッドにも使われてるし、最近だとザ・フラッシュとか、ゲームとかでもね、なんかちょっとオマージュされて使われてたりとかするぐらい、ここがね、バットマンの曲の、バットマンのテーマのスタートになったやつなのよ。シネマコンサートっていうのだから、初めて映像よりも音に注目して映画を見たんだけど、それに気づいたことがあって、バットマンの時って結構暗くて不安定な曲が流れるんだけど、ジョーカーの後ろ、バックミュージックって明るい曲が流れるんだよね。あんなに怖いのに。なんかそのギャップ？映像のギャップすごいなと思って。で、ジョーカーの時の後ろのバックミュージックって、アメリカのミュージシャンのプリンスっていう人の曲が流れてんだよね。なんか結構ロックでポップみたいな。映画としては結構珍しくない？キャラクターによってその BGM を担当する人が分かれるっていう。だからよりこの明確にこの二人の違いみたいなのかな？差が出るっていう作りになってるんだと思って、なんかそれは初めて結構意識的に見て、すごいな、こういう作りなんだっていうのは思った。で、このプリンスの部分に関しては、この音源が流れてんだけど、途中でね、ダニー・エルフマンの作曲した曲とかがこう被ってくるから、演奏見てないとほとんどわかんない。なんかどこが音源でどこまでがこの演奏なのかわからないぐらいの、それぐらいのシンクロ率。神業だね、本当に。あとやっぱりね、映画って大画面で見るの、いいね。わかってたけど、89年のバットマンは映画館でやっぱ見れてない世代だから、初めて映画館で見たの。映画館っていうか、大きな画面で見たの。そしたらやっぱりね、このジョーカーもバットマンも不気味。怖い。特に、ジョーカーに関しては結構なんか慣れてた。こんなに怖かっ
ったんだみたいな。なんか当時の小学生とかだったら結構ちびったんじゃないかなっていうぐらいその不気味さだったりとか、怪異的な、こいつ本当にやばいやつなんだみたいなのをこうひしひしと感じた。なんか家のなんかテレビとか、なんかこれぐらいのなんかスマホで見るの全然違う。怖いよ。怖い。いいね。やっぱ映画って大きな画面で見たいなっていうのより思った。ちなみにあとね、バッツもやばいやつだなって思った。本当に、いきなりなんかやっぱこうやってバサーって出てきて、なんかコマンドワッサーワッサーやるやつは、愛おしい。なんかより愛おしさが増して、結婚しようってなった。結婚したい。本当に。いつになったら結婚できるんだろう。まず、ビッキーとかいうの、置いといて、早くハチに気づいてほしい。あいつは市民を見捨てる。それリターンズまでに別れる。